逃げても絶対に追いつかれる世界。そんな状況を少しだけ想像してみてほしい。後ろから何かが近づいてくる。しかし、いくら焦っても、あなたはそれ以上早く動けない。心臓は強く打ち、呼吸も荒くなる。それでも速度は変わらない。人間はこの世界では走ることができないからだ。必死に足を動かしても、それはただの早歩きだ。思ったほど距離は縮まらない。背後との距離はゆっくりと、しかし確実に詰まっていく。振り返る余裕はない。逃げきれないという感覚だけが体の中に残り続ける。この世界には全力で走るという選択肢がない。危険を感じても急いでも助かるための手段が足りない。ほんの数メートル、その差を埋める力がないだけで、生と死の境界は驚くほど近くなる。人は逃げられない前提で生きる。それが当たり前の世界になる。もしも人間が走ることを知らなかったら、少し目を閉じて想像してほしい。それは単なる不便な世界ではない。もっと静かで確実に危険な世界だ。朝、目が覚める。時計を見ると少しだけ遅れている。いつもなら走る場面だが、この世界では違う。さあ歩きで向かうしかない。焦りだけが先に進み、体は追いつかない。間に合うはずの時間が静かに失われていく。駅に向かう途中、電車のドアが閉まりかける。目の前だが、あと一歩が届かない。手を伸ばしても距離はうずまらない。ドアはそのまま閉まっていく。誰も駆け込まない。できないことをみんな知っているからだ。間に合わないことを受け入れるしかない。それがこの世界の常識になる。この世界では少し急げば間に合うが存在しない。取り戻せる時間がない。少しの遅れはそのまま結果になる。だから人は余裕を前提に生きるようになる。だが、その余裕が崩れたとき、立て直す手段はどこにもない。子供たちの遊びも変わる。鬼ごっこは存在しない。追いつけないからだ。逃げることも追うこともできない。遊びは静かになり、歩く範囲の中で完結する。走り回る完成はない。ただ穏やかな時間が流れるだけだ。そしてもう一つ変わる。逃げる遊びが成立しない世界では、追われる怖さそのものが薄れていく。人は危険に対する感覚さえ、今とは少し違う形で育っていく。スポーツも変わる。陸上競技は消え、
速さを競う文化がなくなる。人は速くなるという概念を持たない。それは最初から存在しない感覚になる。では、大人の世界はどう変わるのか。仕事の現場でトラブルが起きる。すぐに向かわなければならない状況でも、走ることはできない。できるのは早歩きだけだ。そのわずかな差が大きな遅れになる。医療の現場でも同じことが起きる。急患が運ばれる。一刻を争う状況でも誰も走れない。廊下を急ぐ足音は速くならない。その数秒が命を左右することもある。街の形も変わっていく。人は早く移動できない。だからすべてを近くに集める。歩ける範囲で生活が完結するようになる。都市は今よりも小さくなり、距離という概念が変わっていく。乗り物の価値は大きくなる。人は自分で速くなれない。だから道具に頼る。自転車や車がその代わりになる。技術はそのために発達していく。だが本質はそこではない。もっと深いところにある。人間の体そのものが変わる。走るための筋肉は発達しない。瞬発力は必要とされず、心肺機能も今とは違ってくる。一瞬で全力を出す理由がない世界では、体の作りそのものが変わっていく。そしてさらに重要なことがある。人間はもともと走って生き延びてきた。獲物を探し、危険から逃げてきた存在だ。もしそれができなかったとしたら、人類はここまで生き残れただろうか。逃げられない世界で人は本当に生き残れたのか。それともここにたどり着く前に終わっていたのか。ではこの世界で本当に変わるのは何か。それは人の能力ではなく、移動の前提そのものだ。走れないということは、最後の数メートルを詰める手段がないということでもある。私たちの世界では、少しの遅れは走って取り戻せる。だが、この世界ではそれができない。遅れはそのまま遅れとして残る。だから時間の設計が変わる。電車やバスは駆け込みを前提にしなくなる。ドアが閉まりかけてから乗るという行動そのものが存在しない。発車の数秒前に到着しても意味はない。余裕を持ってくるか、それとも次を待つか、そのどちらかしかない。駅の作りも変わる。ホームまでの距離は短くなり、乗り換えも単純になる。長い通路や複雑な構造は
それだけで不利になるからだ。人が早く移動できない以上、施設は人に合わせて近づく。距離そのものを短くする設計になる。街の広がり方も変わる。遠くに行くことが負担になるため、生活の範囲は自然と狭くなる。店や施設は分散し、それぞれの場所に必要なものが揃う。一つの大きな場所に集まるより、近くに小さく分ける方が合理的になる。次に変わるのは、現場への到達だ。事故やトラブルが起きたとき、人はすぐに駆けつけることができない。最後の数秒を詰めることができないからだ。ほんの少しの距離でも、それはそのまま時間になる。だから、現場に近い配置が重視される。人を配置する場所が変わる。できるだけ均等に、距離が偏らないように置かれる。あと少しで間に合うという考えがないため、最初から届く位置にいる必要がある。物流も同じだ。配送の最後の工程で、速度を上げて調整することができない。遅れはそのまま到着の遅れになる。だから運ぶ量や経路はより正確に計算される。途中で取り戻すという発想がないため、最初の計画が全てになる。そしてこの違いは小さく見えて、積み重なると大きくなる。数秒の差が何度も繰り返される。その度に調整はできない。すべてがそのまま残っていく。私たちの世界では、走ることで誤差を吸収している。ほんの少しのズレを体の動きで修正している。だが、この世界ではそれがない。ズレはズレのまま積み重なる。その結果、社会の動き方が変わる。柔軟に動くのではなく、最初からずれないように作られる。すべてが正確さを前提に動く。だが、その代わりに、その場での調整はほとんどできない。では、私たちの世界はどうだろうか。少し遅れても走れば間に合うことがある。届かない距離も詰めることができる。その数秒があることで結果が変わることがある。私たちは普段それを意識しない。走ることが当たり前だからだ。だが実際にはその当たり前が社会の動きを支えている。小さな誤差を人の動きで吸収している。もしそれがなかったとしたら、世界はもっと静かに、そして正確に動くかもしれない。だが同時に、その場で変えられる余地は減っていく。走ることは単なる速さではない。
最後の調整を可能にする手段だ。あと一歩を詰めること、その数秒を取り戻すこと、それができるというだけで社会は柔軟に動いている。もしも人間が走れなかったら、間に合っているように見えるその時間は、本当は走って取り戻した結果なのかもしれない。